チカラトビテチロンです。今回はね、クイーンウォーカーズ VS フーチンナンバーワンというわけでね、最近 FCC の大会がやってるんですが、クイーンウォーカーズついにこちらベスト16の対戦になりますね。よくね、JX 大会どこ行ったのって聞かれることが多いんですけど、ここにいます。全員じゃないんですけど、JX 大会出身のね、世界大会優勝したメンバーがこちらにございます。というわけで早速やっていきましょう。はい、先行クイーンウォーカーズですね。スーパーボーラー編成突撃艦に切り替えてというところ、回ろう陣になりますね。防衛側のシエンさんはダーケスト無残にいた人ですね。さあ、アーチャータワーがアーチャーで切れるのか？切っていけましたねと。サイドカット終了しつつヒーラーを足していきつつ、シングルとクロスボウを狙ったような突撃艦になりそうですかね。さあ、届かせていって、ウォールブレーカーも拡張することで確実にシングルの方へ誘導させていきつつ、イーグルの方もこれは先に拾えつつ、そっち飛ぶか。食い火に当たるようなルートではなかったので OK かな。ちょっと大工が直してしまうようなエリア入っちゃったので、あれですが。イーグル砲が折れたなら、食い火ルート被ってもないし、これはむしろいいかな。それはそれで OK みたいな感じかな。穴開けもしていきつつ、キングネクロ外周並べていって、ストライカー間に合うのか？これはおでんがついてることと、ストライカーもレイジに乗せていって大丈夫。流していきつつ、フィストを使うことでネクロにタゲが入らないように、マルチ IT のタゲをカバーしてますね。クイーンだけが先にジャンプで入りつつ、ボーラーたちにも飛んでほしいが、どうだ？しっかりこれはキングの方もカットが間に合いまして、内側入っていってポイズン打たれつつのレイジトームがそろそろ来そう。ロイヤルチャンピオンこのタイミングで足していきましたね。ポイズン受けてしまってるんですが。さあ、ここ、キングの方を全員でめった打ちにしていきつつ、スケルトンの呪文を置いて、おでん像のターゲットのカバーですかね。さあ、中心部と入りつつ、どうだこれは。イーグル先に折れてるのでね、全体ダメージが一切入らなかったのはでかいですね。おでんの方は、これシングル捕まってたんですが、ここにフリーズ。さあ、アイスゴレムもいいタイミングでフリーズ入って、ここスーパーボーラーとロイヤルチャンピオンが合流していきましたね。さあ、いいよ。ウィンクロック温存しているので、ここは一旦フリーズ、ラストフリーズですね。最後のフリーズかけていきつつ、シングルがね、残ってるんでね、ここまでしっかりユニット誘導しつつ、ロイヤルチャンピオンの能力ができればシングルまで温存したい。ディギーのね、能力も入れていきたいところなので、さあ、これ壊した瞬間打っていくようなイメージかな。さあ、ブーメラン放っていって、なんならクイーンが来ちゃう。素晴らしい。さあ、ファーストアタック、ほぼ全ての、ネクロも生きてるね。クイーンもロイヤルチャンピオンも能力を残してっての前回が、素晴らしい。さあ、続けて後攻、フーチン側のアタック。10日弊社セットしてますね。最近だとあんまり見なくなりましたね、10日弊社。リガホグの数も減っちゃってるので、あとは陸で結構、昔はね、10日弊社選択肢として上がることも多かったんですけど、突撃艦だったり、ウッドランチャーだったり、その辺がね、あとシューターかの3個がね、基本的に使われることが多いので、10日弊社が選択肢に入りづらくなってるような感じですね。特にね、タウンホール15になってキャンプの枠数が20枠増えたってことで、必要なのは10日弊社のようなね、ユニット量を増やすというよりは、兵器そのものでの区画を壊してくれる。もしくは、ウッドランチャーで道を作ってくれるみたいなの方が優先されてるようなイメージがありますね。10日弊社12時から置かれつつ、9時の方はおでひのみで終了。おでんはロイヤルチャンピオンに挨拶をしていって、スケルトン捕まってるんですが、クイーンが気づいてくれた。イエティもサイドカットに入れつつ、インドラ入ってますね、防衛。ここレイジをかけていって、シングル IT 捕まってるんですが、アイゴレがちょっとね、遅延も入れつつ、ここは、どうするか、ジャンプ2枚目を、これ、穴開いてんのか、そこ。ヒールを使ってポイズンタワー2つのダメージをね、軽減させていきつつ、今回キングも入れてるんですが、これクイーンの方が入ってないですからね。
クイーンが外周部流れてしまいの、フィスト、ここまで貯めてたので、ターン撃破しつつ、ポイズンから逃げるようなフィストですが、ただ流れた3時側のユニットが強いですね。そっちにフリーズを合わせつつ、リクスケとかもね、出てきたところで、タイタンがしっかり処理をしてくれつつ、どうだ、中心部の方、奥に進むようなジャンプになってるんですが、特に今回の編成でね、ポイズンが入ってなかったんですけど、タイタン編成だからこそできるポイズンなしというところ。さあ、ロイヤルチャンピオン能力使い切ってて、イーグルが残っている。さあ、ディギーがすごい潜ってクイーンのとこ合流してくる。合流していってビズトを固めつつ、タイタンとイエティ、これは10日弊社から出てきたやつらかな、イエティは。合流してきましたね。さあ、おでん像のタゲを取り続けていって、この2枚目のジャンプがもう完全に無駄になっているんですが、さあ、イーグルのターゲットはイエティが引き受けてくれつつ、クイーンの方がもうすでに HP 全回復してますね。さあ、このまま、イーグル終点になりそうですね、これは。ああ、折れた。さあ、これでのフィニッシュ。さあ、クイーン若数2人目。おっさん、トツウィズラバル。オールブレーカーはなしというところで、ヒーローペットはフェニックスを採用されてますね。ここもポイズンタワーが2つあるような状況。まあ、通路、どっちかの通路をヒーロー通してくるんじゃないかなと思いますが、さあ、ラバタテからの突撃艦を6時から正面から投げていく。さあ、エアスイーパー2つがかかっていったんですが、先に届かせていく。ゴブリンたちが走り込んでいって、ここにはトルネード、巨爆が出てきます。ゴブリンもう一度到達。タウンホールの破壊を若干早めてくれつつ、タウン破壊を見た、シングル IT もあったしね。その辺を見た突撃艦だったのかなと。その分援軍釣れないんでね、その辺をアイゴレ2体プラス、フェニックスとかもつけつつね、込んでいくような形にはなるのかな。アイゴレの方でこれポイズンとか吸えたら美味しいですね。キングも合流を図りますが、さあ、アイスゴーレムギリギリの HP しっかりこれはターゲットを受けてくれてます。宝石のダメージもね、こっちで拾ってあげないとスプラッシュ入っちゃいますからね。さあ、スーパーガーゴイルがクイーンを殴ってきて、これはギリギリですが、HP コントロール間に合っていく。間に合っていく。フリーズかけつつ、スパガゴ4体でしたね、この辺。ポイズン回せて、クイーンクローク。クイーンの方は、しっかり処理ができていってる。ここはギリギリですが、インビジブル使って、全回復に戻ったモノリスを処理ができるか？どうだ？先に、折れない。さあ、ロイヤルチャンピオンの方でスパガゴ処理が終了いたしまして、ラバルパートスタート。さあ、ブーメラン飛ばしつつ、ディギーがマルチ入っていいよ。止めてくれると。さあ、フリーズも重ねつつ、マルチの方はロイちゃんだけで突破ができそうですね。さあ、ロイヤルチャンピオンを延命するようなフリーズを一発入れつつ、これは、いいタイミングでトームが打てそうだ。さあ、モノリスもね、しっかりロイちゃんに入ってるんですが、ここにトームを合わせたので、無敵。さあ、ポイズンターンもここはダメージが入らないところ、さらすとフリーズかけていっての一気の全開ガーサス。ロイちゃんの延命をね、しっかりするっていう判断と、トームも合わせつつ、この辺をね、コントロールするのがうまかったですね。逆算してどこでトーム打つからここはフリーズ、逆にここはフリーズいらないみたいなところを、プレイ中にね、考えられるといいのかなと思いますが、この辺がね、みんなうまいですね。ガーサス。さあ、対戦相手、スーパーボーラー編成にエレクトロタイタンが入った形。さあ、オデヒースタートですね。さあ、3時側の方はかなりシューターが投げやすい環境ですね。テスラとかも特になく、しっかりバーバリアンもチェックで入れていきますが、対戦とかだとね、こうやってしっかり入念に弱点のところはね、カバーされてないか見るのが大事ですね。対地クロスとかがね、最終的にはかかってくるっていうところで外支部水塔たちは捧げていく形。
下をで投石を追って内側に誘導する形になりそうかな。4時側の方に。さあ、投石折れましたよと。まだ見ていきますか。3時完全に切りに行きますね、かなり。かなり時間は使っていきますが、大砲のカットまでは見ない。見たいからこその、その時間の使い方だったようには見えたんですが。さあ、アイゴレ2体プラススーパーボーラーをつけてスタートです。援軍の方は、ロケバル入ってたんですが、アイゴレの方が止めてくれつつ、キングかなり角度変えて、まあ、対地クロスのタゲあたりをね、拾ってあげれればよかったんですが、もうシューターの方が捕まってましたね、対地クロスに。ポイズンタワーの方は、バルーンの方で据えていて、本体と被らない位置でチェックができてる。まあ、こういうの狙ってるんだったらうまいですけど、まあ結構ね、重ねてこっちから出してたんでね。まあそういうこともね、できるから。おお一気に飛ばしていく。さあ、エレクトロタイタンは2体とも外周部、キングと一緒に歩いています。さあ、中心部ヒール。さっきの人もこれがありましたね、対戦相手。まあ、ポイズンタワーだったり、マルチ IT だったり、その辺がね、普通に強いので。まあ、ここはヒールを使って、ヒーラープラスでね、カバーしていくようなイメージ。さあ、ロイヤルチャンピオンの方が9時届いていったんですが、キングがいるので、かなりこれは防衛節の突破に時間がかかってますね。さあ、これフィストを持ったキングが内側から合流を図っていき、走らせていく。いや、強い。さあ、クイーンはここでモノリスがやっつけてくれたんですが、さあ、エレクトロタイタンがモノリスにとどめを刺していきつつ、ここまで残したフィストが強かったですね。さあ、スーパーボーラーも中心部、ここヒーラースライドしていきつつ、壁越しに攻撃できるエレクトロタイタン。タイタン最後まで2体とも生き残っているような状況になってましたね。まあ、キングタイタン両方外周部って感じだったもんね、投げ方的に。まあ、1体ぐらい本体に混ぜてもよかったのかなって感じではありますが、さあ、前回と2連全開同士のスタートになります。さあ、続けてこちらは、トツビズのエレクトロタイタンなのかなこれは。になりそうですね。レジェンド編成もこんな感じで回してるもんね。さあ、6時からのスタート、クイヒです。突撃艦、でも突撃だもんな、この感じ。さあ、バルーンを結構手厚めに当てつつ、ここは、モノリスの前に落としていくような形になりそうですね。さあ、ここ突撃繰り出しつつ、援軍も釣っていって、ギリギリですが。左サイドが飛んでいきました。インビジブルが2発ね、手元に残ってるというところで。さあ、ガーゴイル削り入れてるんですけど、ダイクがギリギリ届いてるので、全然カットができません。まあ、キングをね、そこから流していきたかったんじゃないかなと思うんですが、この30内側に入れていくようにね。そのための格好が顎でやってるんですけど、ダイクが強い。クイーンのルート素晴らしいですね。綺麗に作っていきつつ、まあ、ここから先はね、クイヒーだけじゃなくて本体も混ぜて進めていきたいからクイラバとかではなくエレクトロタイタンを採用してるんだと思うんですが、さあレイジかフリーズかどっちか欲しいところ、クロック危ない。ダメだった。ちょっとこれ見てなかったですかね。これは3時側のカットがね、ガゴができてなかったことで、こっちをどうしようか考えてたんじゃないかなと思うんですが、ユニット出したりしてるとこれはね、ちょっとクイーンの方が落ちちゃいましたね。さあ、ただ星2の方は確実にタウンホールの近いんでね、やってけそう。シングル IT と、おでんぞう、しっかり投げ取りつつ、ロイヤルチャンピオンどこまで伸びるか。さあ、ストライカー合わせていきますが、2度目のインビジブルでロイヤルチャンピオンギリギリですが延命していきつつ、さあ、タウンホールの前でここはフィストも入れてのトーム。さあ、リカバリーとしては、いい形なんですが、レイジ2枚あるけど、さあ、ここ打っていって、
ヒーラーがエアスイーパーのせいで全然合流できないので、本体部隊がどんどん溶けていってしまう。シングル IT のゾーン、ここはレイジ打っていきますが、ヒーラーが一生合流できないですね。合流ができない。これはかなり痛い。ただでさえね、タウンホール15の全開率は低いんですが、こういうミスが出てしまうと、それもね、大きめのミスが出てしまうと、こうなっちゃいますね。72%。ここで一つ、ちょっと痛めのミスが出てしまいましたね。さあ、対戦相手はもうスーパーボーラー系の編成が多いですね。陸編成がかなり続いております。3連続。環境的にもね、かなりスーパーボーラーがね、レジェンドリーグでも強いですし、中国系のクランってやっぱり、もともとね、中華式が、中華発祥のように多いですからね。シングルインフェルノの方にバルーン当てつつ、レイジ。おお。そのレイジによってホーミングがしっかり据えてったんですけど、あれおお、帰ってった。おお。おでんぞの方は突破できたんですが、モノリスの方はどうだ？いやおお、すげえ伸びるね。なんとか狙い通りなんですが、これいいよ。クイーンが激強それは。ストライカー出しましたが、届くか？届いた。クイーンの方届いて入れてるんですけど、ここもう一度アイスゴーレム。さあ、これはクイーンがけなげに打ち続けてるんですが、おでんを追加したことによって突破ができてしまう。おかげいる。おかげいますね。さあ、アイゴレ合流しつつ、この1枠の1マススペースに誘導できたユニットはいないですね。アイゴレのみと。さあ、外周部必死に切っていきつつ、クイーンの HP ギリギリなんですが保たれていって、スーパーボーラーが入ってないですね。さあ、ジャンプ無視してこれは入りそうかな。さあ、キングは落ちてしまいました。トームは残ってるんですけどね、レイジもトームも残ってるんですが、ヒーラーこれは外周部に流れていく。これ、おでんどうすんの？黒く使わせていく。大丈夫？いやー、巨爆。おや？さあ、これ、おでんもったいなさすぎる。これ、使ってないの気づいてないのか、さては。これ、回線切れ？回線切れか、これ。さすがに判断遅すぎるなと思ってたら、判断どころの詐欺じゃなかったですね。回線切れてますね、これは。なるほど。呪文もね、たくさん残ってるんでね、ロイヤルチャンピオンがね、ユニット生きてるうちにぶっ刺したら、なんとか、星2はさすがに取れたんじゃないかなとはギリギリ思いますが、フェニックスついてるしね、ロイちゃんに。ラッキーな形ではありますが、星1防衛になりそうですね。ちょっと多分回線切れなんでね。バーっといきましょう。切れてますね。63% 星1でかすぎる。これはちょっとね、一つラッキーな形で防衛が入りましたね。星1と、さっきのね、アタックがパーセント低かったところなんですが、それより低い星1なので、勝敗的にはかなり大きな一本になったんじゃないかなと思います。さあ、クラウス。テスラチェックの馬場だと思うんですが、そこを出してからのクイーン出していきつつ、キングをこれはクイーンの方に入れていきたいような誘導ですね。うまいな、この辺も。ヒーローのコントロールはね、ほんと素晴らしいですね。さあ、走らせて届いていきまして、さあ、インビジブルタワーがね、こういう形なんですが、さあ、援軍が、もう、自分のスケルトンもあって、いろいろもうごっちゃごちゃしててわかんないですね。これ見づらい。さあ、これはシングルの方がキングに入っていって、アイゴレのフリーズも入った形ですね。さあ、これはインビジブルタワーが、ただこれインビジブル、アイゴレのおかげで止まってた。はあ、タウンホール起動してる。なんで？さあ、ここでゴブリンの方を抑えていって、ロイヤルチャンピオン、ちょっと怪しいぞ、それ。かなり怪しいぞ。ヒールをゴブリンにかけていく。ポイズンタワーがね、ロイヤルチャンピオンのせいで起動したので、これはどうだ？いやー、これが届かない。
インビジブルの呪文がないですからね、リカバリーでタウンホールの方に誘導するみたいなことはできず、誘導っていうか守るようなインビジブルを打てず、これは固まりましたね。さすがのクラウスもこれはかなり厳しいか。レンさんとかがね、結構ね、ヒーローパートの裏につけるバスターでタウンホールをケアするようなね、ことやってるんですけど、ロイヤルチャンピオンがしっかりヒーローたちを伸ばした結果、内側に入ってしまい、こういうのもあるんですね。以前ね、クラウスのアタックだとね、突撃艦のスニゴブを投げた時にね、防衛援軍のエレクトロタイタンで全部焼かれるっていう事件が起きましたが、今度は、ポイズンタワーが降り注ぐと。フリーズかけて、タウンホールはなんとかこれで落とせましたが、落とせましたね。が、パーセントがこれはまた渋いというところで、パーセント勝負だとまたわかんなくなってくるな。次のアタックでね、対戦相手が全開を取ると、星数では並んでパーセントがおそらく逆転されてるんじゃないかなというような感じになりそうですが、これはちょっと厳しいですね。リカバリーでしっかりタウンホール取りに行った形ですが、ナイスリカバリーではありますね。この余力見るとね、さすがに余裕でいけてたんじゃないかなと思いますが。逆転のチャンスが生まれました。対戦相手。スーパーアーチャー10体。アーチャー編成きた。6時オデヒからのバーバリアンチェッキング。シューター投げますよのサインですね。逆サイドの方はスニゴブとバルーンを投げて、ジャイアントを出してますね。はい。アイゴレ投げるから先にバネチェックしときたいみたいな感じなのかな、あれは。クイーン出しつつ、アイゴレ来ましたね。スーパーアーチャーも追加でドバッと出していって、ヒーラーが早くスライドしないとそれ全部イーグル受けるぞ。いや、強っ。クロスがスーパーアーチャーの攻撃で飛びましたね。ポイズンをかけていきつつ、キングの方をね、上側流していって、モノリスのターゲットをスケルトンの呪文でかわしていくような形。ポイズンタワーあるんですが、そこに対してはヒーラーがしっかりスライドしてるので固まってるし、これ。いやー。いなくなったんだが本体すべてが消えていく。これしかもそこへのジャンプだとスーパーアーチャーじゃないとタウンホール触れないぞ、それ。1体のスーパーアーチャーが触ることに成功したんですが、こいつの火力だけじゃ落とせない。スーパーアーチャー何かに反応して逆サイドを打っていた。いやー。しかもロイちゃん投げちゃってんね、これ。いやー。やばすぎるな。イーグル砲がね、神がかったエイムを見せてくれたわけなんですが、これはシューターの方もタウンホールには誘導ができず、ロイヤルチャンピオンも上側行きつつ、クイーンはようやくタウンの方に来ますが、苦しいっすね。いやー、ヒーラー、ようやくロイちゃんついて、タウンホールの方殴りかかりに行きますが、中身はなんだ？そうですよね。これはなんと1試合に2度目の星1防衛になりそうですね。2連続の星1。これは、1本目はちょっとアンラッキーではありますが、これはもう、決まっちゃったね。星1、2個はやばいね。かなり楽になりましたね。これはラストアタック LP。なぜかまた一つもあぎれている対策陣。61天才になりそうですね。61天才、クイヒーホグ、バルーンも10体とかなり多め。1つか7ホロ。一時期流行った、大盛り立てのカウントツになりそうですが、
ポイズンをしっかりバルーンの方で吸収してからの突撃艦角度替え。しかも時間がちょっとね、若干あるので。スニゴブが出る頃にはポイズンタワーが切れてる。もしくは、カバーできている場所的にみたいな感じかな。さあ逆サイド。ウィヒつなげていって、大丈夫ですね。さあタウンホールの方は突破ができましたと。おー、そこの穴開けめちゃくちゃ強いな。美味しい場所がありましたね。さあ逆サイド赤バクヒットしてますね。ガーゴ投げてるんですが。さあどうまあ中心天才かな。61モノリスじゃないかな。さすがに。さあ穴開けなんですが、狙って、すごいとこにバネあるね。罠の癖がすごいな、いろいろ。配置クロスのとこに穴開けてイーグル砲の方を打ちたかったようなイメージにも見えなくはないが。どうだろう。でも、しっかりこっちに誘導して、6時の方にクイーン持ってきたい感はあるかもしんない。イーグル打ってそれやりたかったのかもな。イーグル打てるやん。割と弱点が多めの配置ですね、これは。変えていく。オッケー。ここからはクイーンの方がね、被弾を受けてしまうので、キングの方でカバーしていくようなイメージ。天才クイヒーの時に結構こういうね、形で取るといいですね。クイーンの方はこれクロークでターゲットをキングに肩代わりしてもらいつつ、これフェニックスもついてるんでね、まあいろいろ頑張ってくれというような、長い間取ってくれるようなイメージかな。さあ、ホグもしっかり残してたので、ホグビズも追加しつつ、さあ、ターゲットこれは変わってクイーンに移っているので、まあ、長い攻撃力、射程のものはね、クイーンに入ってますが、短い距離のものはキングが受けてくれつつ、さあ、上側のホグはここトームが出てったんですが、ロイヤルチャンピオンの方がね、ポイズンとかも受けて、ホグも結構ポイズンタワーには弱そうですね。だいぶ溶けてますね。さあ、最終区画、ホグをちょいちょい出して内側に絞めていって、インビジブルの呪文使っていいですね。ロイちゃん延命かつここでディギーが入るので、すべての防衛説はここで突破ができました。さあ、しっかりこれは削っていきますが、ちょっと時間の方が間に合わなそうだ。外周赤爆が効きましたか。さあ、これで、最後3連続失敗に終わったわけなんですが、12点。ただ対戦相手がこれ前回を取っても11点になるので、12対10もしくは11あたりでの終わり方になりそうですね。今回もシューターを使った陸編成エレクトロタイタンですね。こちらが JX タイガーにいたメンバーですね。かなりね、特殊なプランニングを組むことで、木の攻めは面白いと言われ、結構海外でも人気の選手ですが、うまいっすよね。ただエレクトロタイタンが4体も入ってる編成なので、まあポイズンは積まずにって形ですね。援軍処理はポイズンを使わずにいけるから、見ませんという形。さあここはレイジまで置いて、ウェイク揺らしていって、タウンホールの起動ですね。タウンホールの方をシューターで壊していきたいというところ。第1クロスプラスでここは投石機も破壊をしていって、このままタウンホールの方にシューターが向かってくれて、タウンホールの確保は大丈夫そう。ポイズンタワーの方はおでんで受けていきつつ、逆サイドリックスケ置いてからのキングなんですが、これ早すぎるんですね。これマジであるある。置いてからしっかり、スケルトンの呪文ってね、置いてすぐじゃ出ないし、防衛説のターゲットもそうなってないので、ちょっともったいない、珍しいミスですが。さあ、防衛援軍はタイタンがどんどんやっつけていきつつ、すごいね、歩いてるだけで援軍が消えていくね。タウンホールの方はシューター大丈夫そうですね。さあ、中心乗ってってレイジ置いて、ここでのトーム。さあ、ヒーラーがしっかりこの隙にスライドしてくれて、エレクトロタイタンが一
気に全回復をしていきます。モノリス射程やばい。フリーズかけてもう一度レイジで中心部へ。さあ、援軍の方はイエティたちがここからモノリスの方に降り注いでいくわけですが、さあ、ロイヤルチャンピオンも合流するように11時から展開していって、さあ、マルチ IT は突破していって、クイーンのクロークと、ちょっと被っていくような形にもなりつつ、フリーズ、しっかりモノリスかけたので、イエティの方で突破ができましたね。さあ、ジャイアントも足してジャイウィズでロイヤルチャンピオンにターゲットが入らないような外周部カット、逆サイド大砲の方もね、残ったところ、浮いてるところにしっかりかけていって、これクイーンにフェニックスつけてんのか。ただちょっと壁を殴るだけであんまり意味のない嫌なところでの復活になりましたね。さあ、ロイちゃんブーメラン飛ばしていって、さあ、ストライカーがこれ先にやられてしまったので、キングの方が防衛で強そうか。さあ、スニゴムも足してって、ジャイウィズも外周流していくんですが、余力はあるんですが、時間の方が足りない形での、これは時間切れ。というわけでね、終了いたしました。12対10と、星1防衛が2回あったっていうところでね、あれはかなりラッキーな形だったんですが、それでもね、両方星2だったとしても、12、12ってところでね、なんとか、パーセントの方で勝利できるような展開だったのかなと思います。かなり、フーチンっていうとね、14の頃もパーフェクトを連発してたりとか、かなり強いクランもね、倒しまくってたクランの一つではあるんですが、その相手でも10点、12ぐらい、クイーンオーカズの方もですけど、やっぱかなり難しいところもあるので、安定してね、13、14以上を常に取れるようなクランはやっぱ強い形になってきそうですね。これでベスト16を進出しまして、ベスト8ということでね、残り8クランのところまで進出してきました。素晴らしいですね。他の動画でも言ってるんですけどね、動画の方とライブの方がね、YouTube の使用上で表示される部分がね、変わってきてもいるので、ライブの方もぜひチェックしていただけると、今後もね、やっていくと思うので、見ていただけると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。